皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年10月24日に大阪ナンバーハッチで開催されましたバンドメイドツアー2025のファイナルラウンド初日となるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。5月10日メイドの日に始まったバンドメイドツアー2025もついにファイナルラウンドです。しかもめちゃくちゃすごい曲ばかりのニュー EP スクープ発売後初となるお給仕です。大阪は地元ですので時間的には余裕なのですが、楽しみすぎて仕事は休みを取って昼過ぎに自宅を出てナンバーハッチに向かいます。天気に関しては大阪ということでサイちゃんの気合が入っている感じです。私的には人生初帰宅がナンバーハッチでしたので感慨深いところもあり、3度目となるナンバーハッチに13時頃に着きました。すでに物販待ちの列ができていまして、少しすると知り合いの名手様たちも集まってこられて、久しぶりみたいな感じで2ヶ月以上ぶりのお給仕前の雰囲気を楽しみます。このタイミングでナンバーハッチはドリンクチケット購入用のメダルを事前購入するという謎システムがありますので購入しておきます。購入しなくても現金でドリンクチケット買えるんですけどね。でもいつもそうだとは限らないと思いますので注意は必要です。それで14時から開始の物販列に並びます。物販開始ギリギリになって大当たりのビッグポスターとご当地 BB シャツがインスタに上がってましたが、なんか久しぶりな感じになりました。物販待っている時に知り合いのお名手様から聞いたのですが、制服の女子高生がアニメでレディートゥーロックを聞いてライブに行きたくなってキャンセル分の最終チケット交換券をゲットしたけど、それだと入場できないと困っているところを入場チケットの交換方法とかをいろいろ教えてあげてたらしいです。私も物販で前に並んでいた方と話をしたら、その方が今日は初めてなんです、 CD も買おうと思っているのですがベスト版売ってますかねとか言いながら楽しみそうにされてました。若い方も含めてファン層が広がってきているのを実感しました。それで物販開始時刻になってご当地 BB シャツは全部買うとこの前決めましたので、ご当地 BB シャツとくじ10枚購入します。くじの結果はサイン入りアイテムとかの大当たりはなかったですが、今回から追加されたリストバンドが3つも当たったのでよしとします。物販の後結構時間があったので知り合いの名手様と会場近くの店に入って、今日は新曲何曲やってくれるんだろう、全部いやいやちとちったで半分ずつやってガーデンシアターで全部やるとかかなとか、ステージにキーボードがあったらロック&ロードやるのは確定よねとか、さすがに新曲入れてくるからメドレーはやらないかもみたいなことを言いながら晩目談義を魚にビールを飲んだりしてました。それでいよいよ会場時刻が迫ってきましたので会場に戻って、今回は地元開催ということで逆にホテルに戦利品を置きに帰ったりできませんので、購入したご当地 BB シャツに着替えて他の荷物も含めてコインロッカーに預けます。それでいよいよ入場待ちとなります。今回の私のチケットは A117 番とハッチのキャパだとなかなかいい感じなのですが、知り合いの名手様が2番と3番をゲットされたのを聞いてちょっと羨ましすぎて霞んでしまいました。でもこの正番なら 3,4 列目は狙えそうです。入場列の2ブロック目の先頭あたりで並んで会場を待ちます。それでいよいよ会場時刻となり会場に入るとやっぱり 3,4 列目くらいまで埋まっている感じです。今回は小鳩さん正面の4列目くらいに位置取りました。お嬢様エリアはいつも通り下手美沙さん側でした。バックドロップはどでかいツアーのアートワークでしたね。これは初めてです。真ん中に撮影禁止の看板が最初から立っていて、公演中は正し書きもなかったので写真は撮っていません。ステージを見るとドラムの横にキーボードがあります。それで帝国の18時になって BGM が止み大歓声が沸き起こり SE が流れてきます。いよいよファイナルラウンドの開始です。まずあーちゃんがステージに入ってきて、すぐにミンチョ、小鳩さん、サイちゃん、ミサさんがステージに出てきます。2ヶ月半ぶりの光景です。フロアは大歓声と拍手とメンバーの名前を叫ぶ声で騒然とします。メイドさんたちが配置について SE が止んで一瞬の静寂が訪れて、あの緊張感と期待感が入り混じった瞬間になります。そこに上手のミンチョにスポットライトが当たってめちゃくちゃかっこいいリフを弾き始めます。なんとファイナルラウンド開始の1曲目は What is Justice でスタートしました。これは意表をつかれた感じでしたが、大歓声が上がってイントロでお給仕待ち焦がれていたフロアから大声のチャントが響きます。先週のフェスとは違うこのステージとフロアの一体感久しぶりです。1メロに入ってあーちゃんのフロアタムのフレーズが入りますが、やっぱり心地いいです。私の右前に背の高いご主人さんがいましたので、サイちゃんとミンチは見づらい感じでしたが、ミサさんとあーちゃんはまずまず、小鳩さんはバッチリ見える感じでしたので、この日は小鳩さんを見る感じになりました。肌がツルッツルなのがすごかったです。その小鳩さんのメイズで思いっきり手を挙げて、ミンチのかっこいいリフからサビに入ります。思いっきり手を振り上げながらサイちゃんのハイトーンを体に浴びます。それで感想に入ってまた大声のチャントで答えて2メロに入ります。
2メロの B メロでミンチョのタッピングになるところがありますが、その後のオクターブ奏法みたいなリフはどうやってるんだろうとメイス様仲間と話題にしていたのですが、スクープ付録のインストビデオで実はそれは小畑さんが弾いているというのが分かって、この日は小畑さんをガン見していたのですが、やっぱりバッチリ弾いてましたね。小畑さんのギターテクの上達はすごいです。そんなことも思いながら2サビも楽しんで、サビ終わりからの落ちメロになって手拍子で答えますが、この小畑さんのリズムギターの刻みも迫力満点でした。それでサイちゃんのロングトーンにかぶせてミンチョのギターソロです。フロアから大歓声が上がって上手でソロを弾くミンチョを横から見ながら盛り上がります。それでラスサビに入りますが、ラスサビ前の一瞬のブレイクからのミンチョのリフはやっぱり超絶かっこいいです。思いっきり手を振り上げながら久しぶりのお給仕の盛り上がりを楽しんで、最後のサイちゃんのロングトーンのところでは大歓声となってミンチョのペンタトニックに下がっていくかっこいいギターフレーズからアンコロになって全力のチャントで答えます。もうフロアは初っ端からクライマックスになりました。曲終わりで大歓声と拍手と私の後ろからめちゃくちゃでかい声のコアトーの声が響く中、2曲目となるプロテクト U が始まってフロアからもウーララのシンガロングが響き渡ります。サイちゃんファイナルラウンドも初っ端から飛ばしてきます。1メロに入ってサイちゃんが歌い出してミンチの複雑なリフとミサさんの味わい深いベースも堪能します。B メロに入って私の位置からは背伸びをしたり前の人の隙間からじゃないとアーチャーが見えない感じだったのですが、背伸びしたり首を動かしてアーチャーのフロアタムのフレーズを見て聴いて楽しんでサビ前のブリッジに入ります。思いっきり手をかざしてサイちゃんの歌に聴いてミンチョのかっこいいリフからサビに入ります。このサビのミンチョのリフってサイちゃんの歌と掛け合うような感じになってるんですよね。本当に味わい深いです。もう手を振り上げながらめちゃくちゃ盛り上がります。サビ終わりですぐに2メロに入って独特なリーフを楽しんで A ダッシュメロみたいなところでは手拍子で盛り上がって B メロのあーちゃんの心地いいドラムフレーズをまた味わってブリッジなしで2サビに入ります。本当にこのプロテクト U って盛り上がるための曲構成がすごいと思いますし、ミンチョの曲構成力の凄さを感じてしまいます。サビ終わりでミンチのギターソロになりますが、大歓声が沸き起こって大声のチャントも響きます。ソロ終わりで落ちメロになって手拍子になりますが、ここの全楽ユニゾンみたいな迫力あるバックの演奏は大好きですね。それでラスサビに入ってまた手を振り上げながら久しぶりのワンマンお給仕の盛り上がりを堪能してアウトロのシンガーロングも楽しんで、最後のサイちゃんだけのウーララもきっちりフロアは静かに聴いて曲終わりとなります。曲終わりでまた大歓声と拍手が沸き起こる中、始まった3曲目はやってくれました。新曲のスーパーサンシャインです。私は気づかなかったのですが、後の MC でイントロがちょっと長くなってしまったみたいに言ってました。20回以上聞き込んではいましたが気づきませんでした。でも軽快なイントロでフロアは思いっきりちゃんとで答えていて、みんな聞き込んできてるんだろうなと思いました。それで1メロに入ってサイちゃんが歌い出しますが、8ビートのストレートなロックでめちゃくちゃお給仕映えするというか気持ちよく乗れる感じです。でも B メロからはやっぱりちょっと複雑な感じのリズムとリフになって、小畑さんのシャウトからサビに入るところもめちゃくちゃ盛り上がります。フロアは手を振り上げながらサビを楽しみます。サビ終わりで感想に入ってまた思いっきり息の合ったチャントで盛り上がりますが、すでに新曲とは思えない一体感です。2メロに入っても気持ちよさはずっと続いてますし、 B メロでやっぱりひねりを入れてくるあたりはミンチョ節でもあります。それでまた激しい小畑さんのシャウトを目の前で堪能して2サビです。手を振り上げながら踊りながら楽しむ感じになりますが、本当に気持ちいいです。2サビ終わりでソロパートに入りますが、まずはミサさんが下手の立ち台でベースソロです。フロアからは大歓声が起きます。それで C メロに入ってサイちゃんの歌が入って真ん中の立ち台でミンチョが嬉しそうな顔で激しいギターソロを弾いてくれます。ここも大歓声が起こってちゃんとになります。このベースソロから C メロでギターソロって展開は初めてのような気がします。ギターソロ終わりで3度目の B メロに入りますが、ここの2ビートみたいなアーチャーのドラムがかっこよかったですね。それでラッサビに入るのではなくて落ちメロが来ます。ここは手を掲げる感じですね。落ちメロの最後のアーチャーのドラムフィルもすごかったです。それで小畑さんがインタビューでも言ってためちゃ長いシャウトからラスサビに入ります。ラストサビも気持ちよく盛り上がりますが、確かにこの曲はなんか前向きな気持ちになるような気がします。それでアウトロに入ってちゃんとになりますが、最後のアーチャーのドラムフィルが良すぎてちゃんとを忘れてしまいました。新曲を聴けた興奮が冷めやらない感じでざわつくフロアにサイちゃんの力強い歌声とミンチョの綺麗なアルペジオが響いてきます。4曲目は全でした。イントロに入ってフロアは思いっきりちゃんとで答えます。うーって歌ってる目の前の小畑さんがめちゃくちゃ可愛かったです。あーちゃんと目があって笑ってくれたように思います。まあみんながそう感じるやつですけどね。A メロはミサさんのベースを見て聴いて、 B メロは手拍子しながら盛り上がっていって、あーちゃんの痺れるドラムフィルを味わってサビです。
手を振り上げながら盛り上がりますが、もうこの時点で汗まみれになってきました。久しぶりなのでいつもより多めに手を挙げてみましたって感じで、アーチャーのドラムに合わせて拳を突き上げたりして楽しみました。それでサビ終わりで間奏に入ってちゃんとして2メロに入りますが、やっぱりここのアーチャーの聞き迫るようなドラムのフレーズはたまりません。それで B メロでまた手拍子で盛り上がって、アーチャーのドラムフィルも堪能して2サビです。前もやっぱりお給仕でめちゃくちゃ盛り上がれる曲ですし、サイちゃんの歌のうまさもすごく味わえる曲だと思います。そのサイちゃんのシャウトから落ちメロに入って手をかざしてサイちゃんの歌に聴いてミンチョのギターソロです。もう最近新曲が多くて素晴らしいギターソロも多くて忘れてしまいがちなのですが、この曲のギターソロも最初聴いた時にぶっ飛んだのを思い出します。本当にミンチョが作って弾くギターソロは素晴らしすぎますし、かっこいいですし奥深いです。ギターソロ終わりでラッサビに入りますが、やっぱりここの冒頭の演奏は気持ちいいし最高に盛り上がります。ラッサビ終わりでアウトロになってまた大声でちゃんとしながら小鳩さんのうーうーも見て曲終わりの大歓声となります。最後サイちゃんのありがとうももらいました。ここで1回目の MC に入ります。小鳩さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様、やってまいりましたっぽ、ファイナルラウンド初日ナンバー8っぽで大歓声となります。それで続けて小鳩さんが本日ソールドアウトっぽって本当に嬉しそうに叫んで、皆様のおかげですっぽ、ありがとうございますっぽでフロアからも大歓声が沸き起こります。そこで珍しくサイちゃんも入ってきて、確かみんなの元気がわかるみたいなことを言ってたと思います。それでそれを受けて小鳩さんが元気な方がいっぱいなので周りの方に配慮しつつ仲良く楽しみましょうぽみたいにいつもの気遣いのコメントをしてくれます。それでいつもならこのまま小鳩さんのフレーズに行く感じなのですが、さえちゃんがお久しぶりですねみたいに言ってきてくれてフロアは盛り上がります。小鳩さんもこの前のお給仕から少し時間が空きましたっぽねみたいに言って、さえちゃんが季節も変わったしね、でもやっとだったよね季節変わったのみたいにボケも入れてくれてフロアから笑い声が上がります。小鳩さんも数日前まで夏みたいだったっぽねって受けてました。で、さえちゃんが皆さんと本日会えて嬉しく思いますって言ってくれてフロアから歓声が上がります。続けてさえちゃんが前回のお給仕と違うところがありましたねみたいに言ってフロアから歓声とスーパーサンシャインって声が上がります。で、さえちゃんがちょっとイントロが長くなっちゃったけどみたいに照れながら言ってきて、小鳩さんもちょっと長くなっちゃったっぽねとか言ってましたのでそうだったんでしょうね。でもさえちゃんがライブっぽくていいんじゃないサービスだみたいに言ってきて、フロアもその通りって感じの歓声で答えて、さえちゃんももう見れないと思うよって言ってきて、なんか得した気分になりました。あと大阪だからさみたいにも言ってたと思います。それでさえちゃんのいけるか大阪にフロアは大歓声で答えますが、さえちゃんからそんなもんみたいに言われてフロアからって声が上がって、さえちゃんがって何みたいにちょっと怒った感じになったので、久保田さんが最初からさえちゃん怒らせちゃダメっぽみたいに注意します。さえちゃんもダメよ怒らせちゃみたいに言われながら言ってましたね。それでいつものフレーズに戻って小本さんのそれでは皆様楽しむ準備はできてますかっぽーに今度はさえちゃんも満足の大歓声が上がって、素敵なファイナルラウンド初日にしましょうぽようこそバンドメイドのお給仕で次のセクション突入です。 MC 明けの5曲目はアンリッシュでした。さえちゃんの歌から始まってフロアもシンガロングしてアクセルを吹かす感じでイントロに入ってちゃんとが沸き起こります。さえちゃんはご機嫌で腕振り振りダンスしてくれてましたし、久保田さんは真ん中の立ち台に足をかけてちゃんと煽るようにギター弾いてます。それで A メロに入って気持ちよく踊りながらシンガロングして、 B メロで目の前の久保田さんのコーラスも楽しんでサビに入ります。みんな久しぶりだからかフロアからのダンダンディディダンダンはめちゃくちゃ声出てたように思います。サビ終わりで感想になってまた思いっきりちゃんとしますが、さえちゃんはまた笑顔で腕振り振りダンスしてくれてました。それで2メロに入ってシンガロングもしながら B メロではミサさんを見ながらしびれるベースラインを聴いて2サビに入ります。最初の MC で体力と腕の疲労は若干取れてますので、思いっきり手を振り上げながら気持ちよく盛り上がってフロアから大声でのダンダンディディダンダンも響きます。サビ終わりでみんな両手を上げて待ち構えて続く落ちメロで思いっきり手拍子です。みんな久しぶりだからと思うのですが本当に気持ちよさそうに手拍子してました。それでさえちゃんのなおいこーからミンチョのギターソロになりますが、ミンチョは真ん中の立ち台でギターソロ弾いてくれましたので、ミンチョのあの目をつむって気持ちよさそうにギターを弾く表情をバッチリ拝めました。もちろんフロアからのチャントとダンダンディディダンダンも大声出てました。それでそのままラスサビに突入して思いっきり盛り上がって、最後のポストコーラスでは思いっきりヘドバンしてちょっとクラクラしてふらついてしまいましたが、なんとか踏ん張ってアウトロでまた全力のチャントです。最後はメイドさんたちと一緒にダンダンディディダンダン叫んで曲終わりになります。
曲終わりと同時にステージが暗くなって、6曲目となるワーニングのあの冒頭のメロディーが流れてきます。もうフロアはハーハーしながら待ち構える感じで、爆発的に始まるイントロで弾けるようにちゃんとに入ります。サイちゃんが真ん中の立ち台の上で煽ってきますので、振り上げる腕も声にも力が入ります。全然関係ないですが、アルファベット順だとアンリッシュの次がこのワーニングなんですよね。すみません、全然関係ないです。それで1メロに入りますが、私的にここの小畑さんのコーラスがめちゃくちゃ好きなんですよね。走ってるような疾走感のあるアチャのドラムとミサさんのベースも大好物です。それでこれまた大好きな小畑さんの Why don't you のシャウトからサビに入ります。サビ前半は思いっきり手を振り上げて盛り上がって、サビ後半で私は思いっきりヘドバンしてしまうので、めちゃくちゃ気持ちよくなってきます。それで感想に入ってフロアからうるさいくらいのちゃんとの声が響いて2メロに入ります。このアーチャーのドラムとミサさんのベースもかっこいいんですよね。MV のトラックの荷台に乗って演奏する姿を思い浮かべてしまいます。小畑さんのキックスクラッチとサビ前のコーラスも目の前で見て聞いて2サビに入ります。2サビでもう思いっきり汗を振りまきながらヘドバンして高骨となりますが、サビ終わりのギターソロ前のブリッジに備えて両手を上げてサビ終わりを迎えます。それでブリッジで思いっきり手拍子してミンチョのギターソロを迎えます。ミンチョのギターソロは上手のお立ち台でしたので、横から見る感じでちゃんとしながら相変わらずキレッキレなミンチョのギターソロを堪能します。ソロ終わりで C メロになってブレイクのところは思いっきり手を掲げながらサイちゃんのボーカルを聴いて一気に盛り上がるラスサビに入ります。もう汗まみれになってますが、汗を拭くのを忘れて手を振り上げて踊って盛り上がってサビ終わりからアウトロです。ちゃんとで最後の盛り上がりになりますが、ここのあーちゃんのドラムがだんだん激しくなるところもたまらなく好きなところです。曲終わりとちゃんと終わりがぴったりあって大歓声となります。続く7曲目は You でした。いきなりでしたが、私もフロアも遅れずにシンガロングできたように思います。サイちゃんは真ん中の立ち台から、小畑さんは手を挙げながらシンガロングが折ってきますので、思いっきり声出しました。イントロになってフロアからはシンガロングの代わりにちゃんとの大声が響きます。イントロ終わりで落ち着いた感じの1メロに入ります。ここの小畑さんのリズムギターもかっこよくて思いっきり見てしまいました。ここまでは比較的新しい曲だったと思うのですが、ここで You を入れてくるって、やっぱりサイちゃん分かってくれてるって勝手に思いながら、この私的に大好きな You のメロディーをかみしめます。B メロのサイちゃんのボーカルとバックの演奏の一体感っていうか、歌のメロディーとシンクロしてるような感じがすごいと思っています。それでサビに入りますが、このサビのサイちゃんの語尾を伸ばさない感じの歌い方は、なぜか私的に大好きで、もう目がハートみたいになってしまいます。それでサビ終わりで間髪を置かずに間奏というかシンガロングになってニメロに入りますが、冒頭の重厚な感じのリフというかバックの演奏もたまりません。それですぐにまたメロディアスな感じになって B メロにつないで、ミンチョのミサさんのかっこいいフレーズから2サビに入る構成も完璧です。で、またサイちゃんの大好きな歌い方を堪能して、サビ終わりで落ちメロでのシンガロングのところになります。ここのミンチョのアルペジオは本当に大好きで、ミンチョのギターの音って歪んでいてもめちゃくちゃ綺麗ですが、この曲の歪ませてないトーンを落とした感じのアルペジオの綺麗な音は何回聴いてもゾクゾクしてしまいます。そのミンチョのアルペジオを聴きながら思いっきりシンガロングしてミンチョのギターソロです。ミンチョのギターソロはもちろんいいのですが、この時のあーちゃんのめちゃくちゃ迫力あるドラムも大好きです。ソロ終わりで落ちサビになってフロアは手拍子しながら聴き入って、サイちゃんのアブガラクラッションから爆発的にラスサビに入るところもいつも鳥肌が立つくらい気持ちいいです。サビ最後の溜めた感じの声を聞いてダーリンにかぶせるようにアウトロでのシンガロングになって思いっきり声出してたらまたちゃんと目が合った気がしました。気がするのは勝手ですよね。最後はサイちゃんの最高をもらいました。8曲目はヘイトでした。イントロでちゃんと煽るためにコードさんがお立ち台に乗ろうとしたのですが、多分エフェクターのスイッチを踏み忘れたみたいで、エフェクターのところに戻ってスイッチを踏んですぐお立ち台に乗ってたのを見てしまいました。コードさんは照れ笑いみたいな可愛い表情をしてました。それで1メロに入ってサイちゃんが歌い出しますが、この A メロ B メロで歌詞のメロディーへの乗せ方がかっこいいと思っているのは私だけでしょうか。バックのミサさんのベースもアーチャーのドラムもめちゃくちゃかっこいいですし、サビへつなげる時のミンチのギターフレーズもめちゃくちゃかっこいいです。それでサビになりますが、ここでサイちゃんの歌のリズムに合わせて手を振り上げるのが私的ルールです。それで当然感想も同じくかっこよくてちゃんとにも力が入ります。2メロ冒頭は思いっきり手拍子しながら歌詞も含めてサイちゃんの歌に聴いて、 B メロの時のサイちゃんのボーカルと掛け合うようなミンチのギターを味わって2サビに入ります。何度も言ってしまってるかもしれませんが、この2サビに入る時の演出なしみたいなのが逆にすごい演出のように感じて、ミンチの曲作りの奥深さを感じてしまいます。それで2サビに入りますが、ミンチとミサさんがあーちゃんを挟む感じで向き合って楽しそうにギター弾いていて、
あーちゃんもめちゃくちゃ笑顔でドラム叩いてたのが印象的でした。サビ終わりでソロパートになりますが、バトルバージョンでした。まずミサさんが下手のお立ち台でベースソロを弾き始めて、ひたすらっこみたいな顔したミンチョが真ん中のお立ち台に乗ってきてギターソロです。それでミサさんも真ん中のお立ち台に乗ってきてバトルになります。私の目の前にあるお立ち台でミンチョはしゃがんでヤンキー煽りしてくれてましたし、目の前でバトルを見て聞いてましたし、ミンチョの恍惚とした表情でギター弾くところも入れて最高でした。ソロバトル終わりで C メロに入って、C メロ終わりのコートさんのシャウトも目の前で堪能してラスサビに入ります。ヘイトって3回あるサビへの入り方が全て違うんですよね。こんなところも最高に好きなところです。それで最後のところでみんなで気持ちよく I hate you 叫んで大盛り上がりのまま曲終わりになります。続けての9曲目はノーグッド来ました。サイちゃんと小畑さんに煽られながらジャンプしてちゃんとしますが、そういえば初めてのジャンプ曲です。ふくらはぎは全然問題ないので思いっきりジャンプしながら声を出します。それで1メロに入ってフロアからルールルーが来るのを分かっている感じで、小畑さんはニッコニコで待ち受けて一緒にルールルーってやってくれてました。サイちゃんもめちゃくちゃ笑顔でした。それで B メロに入ってあーちゃんのタモフレーズを堪能しながら、小畑さんのコーラスの時に手を上げて1サビってことです。思いっきり手を振り上げながらジャンプしてコール&レスポンスして、もう汗が止まらない感じになります。でもタモの球児でノーゴッドがないと物足りない体になっていると思いますので、きたきたって感じでジャンプして楽しみます。サビ終わりで感想になりますが、サイちゃんのジャンプジャンプの煽りが来ますので、当然そのままジャンプは継続でちゃんとになります。メロに入ってサイちゃんは上手に移動して歌ってまして、2メロだけにある私的に大好きなメロの時には、ミンチョとミサさんはまたあーちゃんの前で楽しそうに向かい合ってギター弾いてましたね。それでいつの間にかサイちゃんは下手にも移動して歌ってました。で、2サビに入ってまた思いっきりジャンプしてコール&レスポンスで声出しながらサビを楽しんで、サビ終わりで上手の立ち台に立つミンチョのギターソロになります。続けて私の目の前の立ち台に立つミサさんのベースソロになって、フロアから手拍子が鳴り響きます。ソロ終わりからの落ちメロでやっと休憩というか、手をかざしながらはぁはぁ鳴りながらサイちゃんの歌に聴いて、途中から盛り上げるように入ってくるあーちゃんのドラムとミサさんのベースで準備してラスサビに入ります。ここはヘドバンしながらのコール&レスポンスで始まって、すぐに若干の休憩で復活したふくらはぎを使って後半はジャンプ再開です。で、サイちゃんの We have got to win で一瞬だけ止まってアウトロになってすぐにまたジャンプとちゃんと再開です。最後はサイちゃんの最高ももらえて曲終わりです。曲終わりでサイちゃんが下手にはけていきましたので、次は小鳩曲が来そうです。予想通り10曲目はブライテストスターでした。このツアーの小鳩曲は小鳩スペシャルを除くとこのブライテストスターでいく感じですね。さすがに小鳩さんも余裕で演奏して歌ってるように思えました。でも2ヶ月以上はいたからか久しぶりな感じがしました。このブライテストスターってダンス曲っていうか、ついつい体が動いてしまう気持ちいいメロディーとリズムなんですよね。でもバックの演奏はさすが小鳩曲というか、ミンチのリズムもミサさんのベースもあーちゃんのドラムも複雑でめちゃくちゃ聞き応えあるというか、ミンチの遊び心みたいなのも入ってるような気がして、私的に超お気に入りです。それでサビに入ってノーゴードほどではないですが、これもジャンプ曲ですよね。ジャンプしながら目の前で歌う小鳩さんを見ながら楽しめます。サビ終わりで感想になって思いっきりちゃんとで声出して2メロに入ります。何度も言ってしまってますが、冒頭のブレイクして小畑さんの歌だけになるところからリサさんのベースが入ってきて通常の演奏に戻るところも大好きなところです。それで2サビに入りますが、これも何度も言ってしまってますが、サビの歌詞が全て違うというのも味わい深いです。2サビ終わりでそのまま C メロに入って小畑さんのかっこいい歌い方を堪能して小畑さんとミンチョのギターソロパートに入ります。向かい合ってギターを弾くミンチョの娘を見る母親のような表情と自慢げに笑顔でギターを弾く小畑さんの表情はプライスレスです。ギターソロ終わりで落ちサビになって手拍子しながらだんだん盛り上がっていって転調してのラスサビに入るところは何回聴いても痺れます。ラスサビはバックの演奏が激しくなってこっちもジャンプしながら最高に盛り上がって最後のメロになって小畑さんの歌と複雑な演奏に聴いて曲終わりです。私の後ろの小鳩推しの不明士様から小鳩とか小鳩さんのめちゃくちゃでかい声が響いてきてました。ここで楽器を置いた小鳩さんのありがとうぽーで2回目の MC になります。それでステージに戻ってきたさえちゃんが何か言ったのですが、どうも最初マイクが入ってなかったようで聞こえませんでしたが、小鳩さんがさえちゃんのホームみたいなもんですからっぽねみたいに言ったので、それっぽいことを言ってたんだと思います。それでマイクが入ったようで、さえちゃんがそう私の土地だと思ってるみたいに言って、小鳩さんがメンバーもご主人様もお嬢様もみんな持ってると思いますっぽみたいに受けてました。まあ確かにそうですよね。ミサさんとミンチョは一瞬ステージからはけてすぐ戻ってきた感じでした。
それで突然さえちゃんが盛り上がってるか大阪って叫んできたので、フロアからは大歓声で盛り上がりを伝えます。それを聞いたさえちゃんがすごいね、みんな元気だねとか言ってきて笑いが起きます。それでさえちゃんが満面の笑みで、いよいよ EP が発売されました、お待たせしましたがどうだったのって叫んできて、フロアからは歓声と最高の叫びが湧き起こります。私的にも本当に最高の EP だと思いますので、思いっきり最高って叫びました。で、久保田さんがどの曲が一番好きっぽとかとんでもないことを聞いてきたので、私は本当に全部だったので全部って叫びましたね。でもやっぱり全部って言った人が多かったみたいで、さえちゃんも久保田さんも全部って驚いていたような嬉しいような反応をしてました。でも誰かがスーパーサンシャインって言ったようで、さえちゃんがそれを拾って1セクション目にぶち込んでやりましたみたいに言ってフロアから歓声が上がってました。あと小畑さんが1曲目に What is Justice 来ると思わなかったでしょポーみたいに言った時に、さえちゃんが私も思わなかったってボケてきて、フロアから笑いと歓声が上がってました。それでさえちゃんが EP は8曲入りですけど2年半の制作期間を経てリリースすることができました的なことを言って、フロアから拍手と歓声が起きます。それでさえちゃんが続けて、タイアップの3曲もあって新しい出会いがあったのみたいに言ったのを受けて、久保田さんがちなみにこのタイアップ曲3曲で私たちのことを知ったって人いるっぽってフロアに聞いてきて、後ろを振り返ってみたのですが結構手が上がってましたので、メイドさんたちは嬉しそうにしてましたね。確かに私も最近これまで見かけない人と話したらロックレディで知ってみたいな人が多かったですね。それでさえちゃんが改めてバンドメイドがどういうバンドなのかを伝えたくなって、これは EP だなと思ったんですよみたいなことを言ってフロアから笑いと歓声が上がります。確かこの時くらいにふとあーちゃんを見るとなんか思いっきり真剣な顔してたので、何かと思ったらウィダインゼリーみたいなのを一生懸命飲んでるだけでした。それでさえちゃんと小畑さんが制作期間があると思ってたらいつの間にか締め切りが迫ってきていて、最後は急ピッチで制作したみたいなことを裏話みたいに教えてくれました。で、小畑さんが締めみたいな感じで無事にリリースできて、ご主人様お嬢様の手元に届けられることができてよかったですぽー的なことを言って、フロアから大歓声と拍手が沸き起こります。あとタワレコの展示の話とかキャンペーンの話もしていたと思います。それで小畑さんがミュージックビデオも出ましたっぽねって言ってきて、さえちゃんが見た人って聞いてくるので、私もフロアもみんな小学生のように手を挙げてはーいって言ってたのがほのぼのしました。で、販売元別の特典の話になって、さえちゃんがみんな迷ってたみたいだよねとか、小畑さんもみんな一歩ねみたいなこと言ってたと思います。ちなみに私は特典を吟味して楽天とセブン&アイで完全生産限定版と初回生産限定版、タワレコで通常版を購入して3形態揃えました。それでさえちゃんがアートワークの話をしてくれて、不特定多数の人に渡るように配ってるイメージって説明してくれてました。全然関係ないのですが、私は小畑さんの正面だったので、小畑さんのスカートがスタンドの iPad に引っかかってこっそり外してたのが見えて、なんか可愛かったですね。で、さえちゃんがバンドメイドは止まらないよ、もっともっとでかくなるんだって叫んで、フロアから完全同意の大歓声が起きます。それでそのままの勢いでさえちゃんがそれではお前らの時間だって叫んでフロアから歓声が上がりますが、正直半分くらいは何のことかわからなかったと思います。で、さえちゃんが久保田さんに向かってやるとか言い出したので、おまじないタイムへの振りだと分かりました。久保田さんもちょっと戸惑いながらやるっぽーとか言ってましたし、さえちゃんも久しぶりだからみたいなこと言ってましたね。確かここでまた小畑さんのスカートが引っかかって、小畑さんがなんかこの子とこの子が仲良くってみたいによくわからないことを言って、さえちゃんにそりゃ大変だみたいにいじられてました。で、気を取り直した小畑さんがそれではこの時間にさせていただきますぽーって初見の人にはよくわからない感じのことを言ってお立ち台に立ちます。でもそれに気づいたのか小畑さんは何の時間かわからないと思いますが、怖いことは何も起こらないですぽー的なことを言って、さえちゃんも何が始まるんだろうみたいに茶化してきます。で、小畑さんが続けて何か言ってましたが、さえちゃんに早くやれって言われて、小畑のおまじないタイムって叫んで久しぶりのおまじないタイムに入ります。で、隣の人の真似するといいぽーってこれまでにないシンプルな説明をしてくれて、小畑が萌え萌えと言ったらのくだりに入ります。私も隣の人の見本になるように大声で萌え萌えキュンキュン叫びました。で、小畑さんが大阪ということはファイナルラウンドということはもうすごいでかい声で大阪の声を聞かせてくださいぽーって煽って萌え萌えキュンキュンに入ります。で、お決まりの口が開いてないぽー的な感じで、まだ不安かもしれませんが今こそ普段の鬱憤ストレスを発散するぽーみたいに煽って萌え萌えキュンキュンを続けます。萌え萌え叫びながらステージを見てたら、ドラムの横にあったキーボードが前に運ばれてきてるのが見えました。
いよいよかと期待もしながら、バーンメイとか、大阪とか、たこ焼きとか叫びます。あと、グリコとか、道頓堀とか、ナンバーとか、心斎橋とかやって、こっちも返すのですが、小畑さんが、夢すーって言って、一瞬何のことかわからず、夢すーと返した時に、私は万博会場の夢島のことを言ってるのだと理解しました。まあ、東京だと豊洲っていうのがあるのでそう思いますよね。案の定、さえちゃんから、それなら万博だろうとか突っ込まれてましたので確信しました。それで続けて、バーンメイとか、バーンでバーンを返して、メイでメイって返すやつをやって、そのノリで小畑さんがゴーって言ってきた時にはすぐに551と分かりまして、その通りで5、1と続きました。で、バンメイみたいなのをやって、世界征服もやって、前回のダイヤモンドホールでもやった、バーンの後に一緒にロングトーンで、メイって手をぐるぐる回しながらやるのをやって、ズキュン、バキュン、ドキュンで、脈々ぽーの締めでした。時期的にちょっとタイミングが遅かったですが、小畑さん可愛かったので問題なしです。それで、萌え萌えキューンで楽器が鳴らされて、久しぶりのおまじないタイムが終わって、後半戦突入です。多分みんなの目はステージから見て真横で下手を向く感じに配置されたキーボードに立ったまま手を置くサイちゃんに集中しています。私もですがフロアからはサイちゃんの叫び声が上がります。ということはそうです。MC 明けとなる11曲目はロック&ロードでした。あーちゃんの激しいドラムキルで始まって、フロアはいきなり息の合ったチャントで答えます。これまで横ありとかビルボードで椅子に座ってピアノやキーボードを弾くサイちゃんは見たことがありますが、この立ってキーボードを前にするサイちゃんは初めてです。前作の Get to the Top もそうでしたが、このロック&ロードも明るくてポジティブな感じのインスト曲ですし、ミサさん、ミンチョ、小畑さんはそれぞれお立ち台で演奏していてめちゃくちゃ盛り上がります。キーボードを弾くサイちゃんの横顔は歌ってる時はいつも余裕な感じなのに、こんなに真剣な顔初めて見たって感じの真剣さでした。それでサイちゃんのキーボードソロになって大歓声が上がりますが、最後のキロローンってするところではサイちゃんの笑顔が見れました。でも確かに同期音源ではないキーボードが入ることによって広がりと奥行きが加わった感じでめちゃくちゃかっこよかったですし、生での演奏を見ながら聴くのは格別でした。あときっちりミサさんのベースソロ的なところも、ミンチョのギターソロ的なところも、小畑さんのソロ的なところもありますし、ある意味ずっとソロ叩いてるようなあーちゃんのドラムは私的にドハマりのインスト曲です。フロアは当然私も含めて手を振り上げて歓声を上げながらずっと盛り上がってました。曲終わりで大歓声と拍手と最高の叫びとすごいものを見てきてたというフロアの興奮が冷めやらない中、ミサさんが下手のお立ち台でスポットライトを浴びながらベースを弾き始めます。ミサさんのベースだけがフロアに響きます。これまでのベドラセッションと明らかに違う感じで、さらに重厚な感じですし、長めにやってくれたように思います。たっぷりミサさんのベースを堪能した頃、あーちゃんにもスポットライトが当たってドラムが加わります。ニューベドラセッションです。サイちゃん、小畑さん、ミンチョはステージからいなくなっていたように思います。だんだんと激しくなるベドラセッションに自然とフロアから歓声が上がったり、手を振り上げて盛り上がっていきます。最後はベースもドラムもさらに激しくなって、いつの間にかステージに出てきた小畑さんの煽りも入ってフロアはちゃんとで盛り上がります。ニューベドラセッションが終わって小畑さんが前に出てきます。やっぱりベドラセッションの後は小畑さんのシャウトが炸裂して12曲目となるトワエモアが始まります。フロアから大歓声が上がってイントロになって大声でのシンガロングでフロアは満たされます。1メロに入ってサイちゃんが歌い出しますが、このあーちゃんの複雑なリズムのスネアは大好きなので背伸びしてあーちゃんを見てしまいます。もちろんミンチョのリフもミサさんのベースも複雑で大好きです。それでサビに入りますが、サビの歌詞ってその幻想私じゃない以外は全部英語なんですよね。これって結構珍しいパターンかと思っています。それでサビ終わりで感想になりますが、ここのミンチョのリフもめちゃくちゃかっこいいやつですよね。かっこよさに痺れながらちゃんとします。それで2メロに入りますが、最初は普通に入って途中からリズミカルに変化するところは思わず体が動いてしまう感じで盛り上がってしまいます。それで2サビに入ってまたサイちゃんの力強いボーカルと小畑さんのコーラスと激しいバックの演奏を堪能します。2サビ終わりでミンチョのギターソロです。不協和音的な感じで始まって不安な感じになるのですが、後半は本来のスケールに戻って落ち着かせるような感じの演出がすごいと思っています。その終わりでラッサビの前のブリッジに入って小畑さんの味わい深い掛け声みたいなコーラスを目の前で堪能してラッサビに入ります。ラッサビ冒頭のあーちゃんの髪の毛を振り乱しながらの怒涛のドラムフレーズは大迫力でしたし、この曲で私的に一番好きなところです。ラッサビ終わりでアウトロになってミンチのかっこいいリフを感じながらまた出せる限りの声を出してシンガロングします。最後はちゃんと終わりと演奏終わりをピタッと合わせて曲終わりです。
13曲目はデリダリ来ました。いきなりでしたが、フロアは息の合った手拍子を打ちながらシンガロングもします。シンガロングは後の MC で小畑さんがデリダリデリダリダリダのところは言葉を切って歌うといいと教えてくれました。でもシンガロングいきなりにしては十分にいけてたと思います。それで1メロに入ってサイちゃんが歌い出しますが、何なんですかこの曲はめちゃくちゃ楽しいじゃないですかって感覚になりました。あっという間にサビに入って手を振り上げながら盛り上がりますが、これも楽しすぎてあっという間に終わってしまった感じです。それでミサさんのかっこいいスラップから2メロに入って小畑さんのボーカルです。めちゃくちゃ可愛い声ですし、この曲をあえて可愛い声で言ってるんですよね。このツインボーカル感最高です。それで A メロなのか B メロなのかわからないところになってサイちゃんのボーカルに戻ってまたあっという間に2サビに入ります。2サビも気持ちよく盛り上がってサビ終わりでミサさんの変態ベースソロが来ます。下手のお立ち台でソロを弾くミサさんの表情がいつもより真剣に感じました。ミサさんのベースソロから上手のお立ち台に立つミンチョのギターソロにつなげますが、このミンチョのギターソロも十分変態だと思います。あーちゃんのめちゃくちゃ激しいドラムフィルも加わってソロ終わりになって落ちメロに入ります。もうここは言われるまでもないですが、フロアは理解していて手拍子で盛り上がります。さえちゃんも小本さんも手拍子を煽ってきてくれてましたので、初めての方も大丈夫だと思います。それで途中からまた手拍子しながらのディリダリディリダリダリダのシンガロングになります。あーちゃんのダムフレーズもめちゃくちゃ気持ちいいですし、もっと気持ちよくなるためにシンガロングも家で練習しておきたいと思いました。それでラスサビに入りますが、サビを2回繰り返すパターンですね。本当に楽しい曲ですし、お給仕映えもめちゃくちゃします。でもこの曲の構成は確かにアレンジしやすそうですし、ミンチョがお給仕で進化させていくといった意味がわかる気がしました。それでアウトロというか、最後はあーちゃんのドラムもミサさんのベースもミンチョのギターもめちゃくちゃかっこいいんですよね。最高にロックな終わり方で曲終わりになって、大歓声と拍手と、なんでこんな曲作ってやれるんだみたいな驚きにフロアは包まれてました。ざわつくフロアに優しいストリングスの音が流れてきます。続けての14曲目はなんとザ・ワンでした。今年2月の恵比寿リキッドルーム以来です。セカンドラウンドではバラード的な曲は封印されてましたので、すごく久しぶりな感覚とともに新鮮な感じもしました。ステージは暗く上からの白いライトだけの演出で、上がりすぎた熱をゆっくり冷ましてくれているような感じがしました。ちなみにミサさんはブラックスモーカーに持ち替えてましたね。イントロが終わって静かにサイちゃんが歌い出しますが、ここのあーちゃんのフロアタムのフレーズが味わい深いですし、ミンチョの幻想的な感じのギターフレーズも、ミサさんの渋いベースも、小畑さんの綺麗なコーラスも素晴らしいです。それでほぼボーカルとコーラスだけになる B メロを静かに聴き入って、感情を爆発させるような感じで演奏を開始するサビへの入りは本当に感動します。サビ終わりで2メロに入りますが、ここのあーちゃんのドラムフレーズは普通のスネアとハイハットなんですよね。それもあってミンチョのギターフレーズが際立ちます。演出が細かいです。それで今度の B メロはミサさんのベースがメロディーを奏でる感じになって1メロとは違う味を出してきますし、だんだん大きくなっていくあーちゃんのフロアタムの響きも最高です。演出といえばここでサビに入るのではなくてサビ前のブリッジを挟むのもすごいと思います。ここのあーちゃんの変則的なリズムのドラムも大好きです。それで満を持した感じで2サビに入って手をかざしながらサイちゃんの歌と久保田さんのコーラスに聞き入りますが、最後のところは演奏が激しくなってポストコーラス的な I'll never forget you にちょっと涙腺が緩くなります。それでブレイクして静かに C メロに入りますが、途中から演奏が激しくなってミンチョのギターソロみたいなフレーズが入ってくるところは私的にこの曲で一番好きなところです。それでそのミンチョのギターが続く中、ラスサビに入ってあーちゃんのドラムもミサさんのベースも一番激しくリズミカルになって、最後の I'll see you を繰り返すところは I'll never forget you じゃないところが痺れます。それで最後ミンチョの泣きのギターで曲終わりとなって拍手と歓声が沸き起こります。ちょっと感動的になったフロアにまた静かなストリングスみたいな音が響いてきます。15曲目となるシオンです。もう絶対泣かせに来てる瀬戸りです。イントロのミンチョのリフもミサさんのベースラインも激しい中に優しさみたいなものが感じられて、単なるバラードじゃなくてまさにバンドメイドらしさも感じます。それでサイちゃんが歌い出しますが、小畑さんのコーラスも綺麗で聴き入ってしまいます。A メロの途中からあーちゃんが16ビートみたいなハイハットを優しく叩いているのも味わい深いです。それで B メロになってちょっと演奏が激しくなってサビ前にブレイクします。サビの歌詞はいろいろなことを思い浮かべてしまって本当に泣きそうになります。それでまたミンチョの味わい深い短い間奏でのギターフレーズから2メロに入りますが、ちょっと演奏も変化して目の前の霧が晴れて明るくなったような感覚になります。ここのサイちゃんのメモリーの歌い方が好きなんですが、細かすぎて伝わらないですよね。それで2サビに入らずにギターソロに入る構成はデイドリーミング的な構成ですかね。
そのミンチョのギターソロは優しくも力強い感じがしてちょっと感動的になります。ソロ終わりでおー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 のコーラスになりますが、さえちゃん、小畑さんは当然ですが、ミンチョもミサさんもあちゃんまでドラムのところに設置されたマイクに向かって歌ってます。これは感動的ですし、こんな光景を見てみんなの歌声を聴けるのは本当に至高です。今回のスクープは5人で演奏するインスト曲のロック&ロード、5人全員が歌うこのシオンとこれまでにないとんでもない曲が入ってるんですよね。それで2回繰り返しとなるラッサビに入ってフロアは感動に包まれた感じになって、さえちゃんの歌と小畑さんのコーラスとエモいバックの演奏に聞き入ります。私は気づかなかったのですが、誰もいない真ん中の歌詞台にスポットライトが当たる演出があったみたいです。そんなのに気づいてたらなんとか耐えてた涙が流れてたと思います。最後も5人全員でのコーラスです。何かのインタビューで言ってたと思いますが、このコーラス中のさえちゃんの最後の歌詞が I'll miss you なのも奥深いです。静かに曲終わりとなって感極まった感じの大歓声と拍手が湧き起こります。本当に素晴らしい曲だと思います。感動に浸っている中、さえちゃんの歌とミンチョの綺麗なアルペジオで16曲目となるフォービドンテールが始まりました。もうこれでもかっていう感じですね。静かに始まってあーちゃんのドラムとミサさんのベースが入ってきて、小畑さんとミンチョのギターが重なってビルドアップしていく構成は心を揺さぶられます。それであーちゃんの軽快なドラムフィルからサビに入ります。フロアはちょっと久しぶりな感じで手を振り上げて盛り上がります。シンガロングもしてサビを堪能してサビ終わりで感想に入ります。完全に体力と腕の疲れを取り戻したフロアは全力のチャントで答えます。それで2メロに入ってリズミカルに変化したメロを踊りながら味わってジャジーな展開のところに入りますが、私はいつもですがここは笑顔を封印して真剣にジャジーなドラムを叩くあーちゃんを見てしまいます。それで2サビに入って私的にはこの曲もさえちゃんの歌のリズムに合わせて手を振り上げる感じで盛り上がります。サビ終わりでブレイクしてフロアから大歓声が上がります。今後初見の方が増えてきそうですので、もしこの動画を見られてたらここで歓声を上げるのはお決まりな感じですので覚えておいてもらえればと思います。それで C メロなのか D メロなのか E メロなのか F メロなのか、とにかくこれまでと全然違う展開が来て手をかざしながら恍惚とした感じになって曲に聞き入ります。それであーちゃんの激しいドラムフィルからラッサビに入って腕を振り上げてちょっとジャンプもしながら盛り上がって、これでもかのラッサビ後の最後のパートに入ります。ここは手をかざしながらヘドバンして気持ちいい感じになります。それでまだまだこれでもかのアウトロになって思いっきりちゃんとで手を上げながら声出してこのものすごい曲を堪能して曲終わりとなります。さえちゃんのありがとうももらいました。ここでさえちゃんのありがとう大阪の叫びで最後の MC に入ります。続けてさえちゃんが満面の笑みでやっぱりいいなライブはって言ってきてフロアも同意の歓声を上げます。それで小畑さんが新曲いっぱいやったっぽねどうでしたかっぽみたいに質問にもなっていないことをフロアに聞いてきたので、当然私もフロアからも最高の叫びが上がります。さえちゃんもいっぱいやったよねみたいに言った時に確かミンチョがキラキラした目でさえちゃんを見てたので、ステージもフロアも気づいた感じで大歓声が上がって小畑さんのキーボーディスト佐伯誕生ぽーでさらに大歓声となります。ミンチョが目をハートにしながらさえちゃんのソロ聞きましたもうかっこよすぎてみたいに言ってましたが TO のミンチョじゃなくても完全通りです。小畑さんも小畑のお待ちに会いたいって言った時にキーボードが出てきてみんなおーってなってたっぽーみたいに言ってましたね。本当にそんな感じでした。それで小畑さんがインストに彩りが増えて素敵でしたっぽーみたいにうまいこと言ってさえちゃんも精進してまいりますみたいに首相なことを言ってこの話題を締めてました。次の話題ということでディリダリのシンガロングの話になってさえちゃんが結構テンポも速いしオケが複雑だから難しいと思うよみたいなことを言ってたと思います。で小畑さんの難しいけど頑張ってっぽーにフロアからまた小学生のようにはいって返すやつをやりました。それで全部切りながら歌うといいというのを教えてくれてました。でさえちゃんが SNS よく見てるとか小畑さんもバンドメイドはエゴサしがちバンドですっぽーみたいに言い出してさえちゃんがリリースするまでは不安なのよでもみんな良かったよみたいに言ってくれてフロアから笑いと歓声が起きます。私的にも今回のスクープは本当に何回も聞き込むまでもなくいきなり全部刺さりましたし本当にすごい EP だと思っています。でさえちゃんがディリダリは新しい挑戦の曲だったけどみんながめちゃかっこいいって言ってくれてたみたいなことを言って喜んでました。
それで小畑さんがインタビューでミンチョが言っていたディリダリはかなみちゃん的にはこれで完成形ではないということらしいですみたいに紹介してくれて、ミンチョが嬉しそうにニコニコしてました。で小畑さんがどんなことになるのか乞うご期待ですみたいに言ったのですが、さえちゃんが私たちは何にも知りませんって言ってフロアから笑いと歓声が起きます。それでシオンの話になります。フロアからいい曲みたいな声が上がってメイドさんたちも感激したみたいで、さえちゃんも小畑さんも泣けるよねとか言ってました。それでさえちゃんがオケもメロもいいし小畑の書いた歌詞ですよみたいに言って拍手の歓声が上がって、さえちゃんが素晴らしいって叫んで小畑さんが照れたようになってましたね。でその小畑さんが久々の曲もやりましたっぽね、さすが佐伯先生のセットリストですっぽ、新規織り交ぜて最高ですっぽみたいに言ってきて、フロアは大歓声と拍手と最高の叫びで答えます。さえちゃんが感情が忙しくてちょっと泣いたよねとか、小畑さんも小畑もちょっと泣いた、みんなも多分泣いたっぽねみたいなことを言ってたと思います。それでさえちゃんが心を鍛えて心の歌を届けられるようにしますみたいなことを言ったので、フロアから大歓声が起きてました。ここで新曲の話はしまってバックドロップのツアーアートワークの話になります。さえちゃんが大きく飾ってるよーみたいにどこかのお給仕の時みたいなとぼけた言い方で紹介してくれて笑いが起きます。それでアートワークを見ながらあーちゃんが出てきて、かなみはfor coffee break で、新幹線好きなさえちゃんは機関車で、小畑はクルッポカスタムサービスで、ミサはウイスキーじゃんみたいに言ってきます。で続けてあーちゃんが私はゴリラバナナなんだよみたいに言ってきて、フロアは笑いに包まれます。ウルトラビッグポスターまで当たったのにサインしか見てなくてあまり意識していなかったので気づいてませんでした。あーちゃんは書いててネタ切れしちゃったのかなとか言って笑ってましたが、確かにあーちゃんのだけ面白すぎますよね。それで今度はミサさんが細かい文字みたいなところを指さしてサイちゃんに読んでとか言ってきます。以前のお給仕で字が書いてあるわけじゃないって言ってたと思うのですが、多分サイちゃんの笑いの感性がここはそれを言うより何か言った方がいいみたいに瞬時に判断した感じで、サイちゃんは私たちはバンドメイドです、世界征服に向けて奮闘しています、皆さん応援よろしくお願いしますみたいに読み上げてフロアから笑いと歓声が起きます。多分アドリブだったと思うのですが、さすがサイちゃんだと思いました。それでグッズの話になります。いつものさえちゃんの私たちはアパレルではないよの注意喚起からアートワークを使ったジップフーディーとかシルバープリントの T シャツとか紹介してくれて、いつも通りあといろいろありますみたいに雑に終わってました。それでご当地 BB シャツの話になって、さえちゃんが何の色かわかるかなって反応に困る質問をしてきて、フロアはどの角度でボケたらいいんだみたいな感じになってなかなか声が上がらなかったのですが、バナナって誰かが言ったのをさえちゃんが拾って熟しすぎじゃないみたいにうまいこと突っ込んでました。私も天むすって言いたかったのですがちょっと違うなと思ってやめておきました。でさえちゃんが本当は分かってんだろうみたいに言った時に小畑さんが意外と分かってないかもってありえないことを言ってきて、さえちゃんが怒ったように私のこと分かってない、そう阪神だよって言ってフロアから笑いと歓声が起きて、ご当地 BB シャツのクイズは滞りなく終わって9時の話になります。9時にリストバンドが加わったということで、すでにはめているご主人様お嬢様が手を挙げて見せて、さえちゃんも小畑さんもいいでしょうとか言ってました。さえちゃんはずっと作りたかったんだけどようやく届けられたって言ってましたが、私もリストバンド欲しかったので嬉しかったです。それでこの時くらいに下手にいたあーちゃんとミサさんがステージ横にカメラが来ていたのかポーズして写真撮られてましたね。それで最後にツアーの話になってさえちゃんが今日終わったら残すところ2公演でチッタはありがたいことにソールドアウトですみたいに言ってフロアから歓声が上がります。続けてさえちゃんのツアーファイナルが12月7日に控えておりますよの叫びに大歓声となって、小畑さんの来る人の問いかけにみんな手を挙げてはいって答えます。でさえちゃんが年末って忙しいけど大丈夫にするから迷ってる方は後悔しないように来なさいみたいに言ってフロアも盛り上がります。あと2026年の展望も発表できるかもとか瀬戸りも違うぞとか言ってきてさらに大歓声が上がります。それでさえちゃんが新たなバンドメイドの魅力を伝えていきたいと思いますのでに続けてかかってこれるかの叫びを上げます。当然フロアは大歓声で答えますが、小畑さんの持ち場に戻りますぽーにさえちゃんがちょっと受けて笑いながら持ち場に戻ってくださいって言ってましたね。
それで改めてさえちゃんのラストスパートですよ、出し切っていけよ、準備いいか、まだまだ声出せるか、かかってこれんのかの叫びに大歓声で応えてラストスパート突入です。ラストスパート最初となる17曲目はチューズミーでした。今回はノーマルバージョンでさえちゃんのボーカルから始まりましたので、フロアは思いっきりの手拍子で答えます。イントロでは元気いっぱいになったフロアからの大声のチャントが響きます。イントロ終わりで1メロに入ってさえちゃんの歌と心地よい演奏を感じながら気持ちよく体を動かしてますが、新曲祭りの中このチューズミーの大御所感はすごかったです。 B メロでの一拍明けのチャントになりますが、そういえばここまでこれをやる曲なかったなとか思いながら気持ちよくチャントします。それでサビに入って手を上げながら踊って盛り上がります。サビを見て聴きながらやっぱりお給仕にチューズミーは欠かせないなって感じました。2メロに入ってミンチとミサさんが動き出しますが、あーちゃんの横にカメラが来ていてあーちゃんの写真を撮っていたように思うのですが、ミンチとミサさんも加わって一緒に写してもらってたように思います。それでミンチとミサさんが上手下手入れ替わってそれぞれのお立ち台での演奏になります。 B メロでまた一拍明けてのチャントで気持ちよく盛り上がって2サビに入ります。さすがにチューズミーはメイドさんたちも新曲をやってた時の表情と違って余裕の表情でした。2サビ終わりでミンチョが真ん中のお立ち台に移動してきてギターソロです。目の前でミンチョの顔で弾くギターソロを見て弾けます。ちゃんとにも力が入ります。大好きなチューズミーのギターソロを堪能して C メロに入って待ち構えるように両手を上げていたフロアから手拍子が鳴り響きます。この味わい深いミサさんのベースを見て聞いてさえちゃんの I choose you からラッサビ突入です。この時くらいだったかあーちゃんが変顔してそれをカメラに撮らせてました。それで最後のメロに入ってミンチョのエモいギターソロも堪能しながらちゃんとして最後の最後あーちゃんの激しいドラムフレーズを味わってさえちゃんのマイワースチューズミーで曲終わりです。チューズミーの安定感を再確認しました。そこにミンチョのアドリフが来ます。大歓声が上がって始まった18曲目はドミネーションでした。さえちゃんの行くぞーの叫びとみんながお立ち台に立ってのイントロでフロアはまた大声でのチャントになります。大御所曲2連続です。この2曲でちょっと新しくて楽しい遊び場所に出かけていたけど大好きな自宅に戻ってきたような感覚になりました。何回聴いても A メロのギターリフは大好きですし B メロのシンプルだけど気持ちいいミサさんのベースがお気に入りです。それで思いっきり手を挙げながら先行癖を叫んでサビに入るところはこれも何回やっても気持ちいいです。それでサビはさえちゃんの歌を聴きながら変則的なあーちゃんのバスドラを感じるのが大好きなところです。さえちゃんの誠意にハローハローで答えるのも何遍やってもいいやつですよね。それで感想でまた思いっきりちゃんとして2メロに入ります。ここはさえちゃんと掛け合いみたいな小畑さんのコーラスも楽しんでサビ前のブリッジに入って楽器隊があーちゃんの周りに集まって変顔タイムですが小畑さん参加していなかったかもしれません。いやしてたかな。それで2サビに入ってみんな持ち場に戻っての演奏になってまたハローハロー叫んで盛り上がって2サビ終わりでギターソロ前の重厚な感じのブリッジに入ります。ここは一拍明けてのチャントで気持ちよく盛り上がります。それでミンチョの短いギターソロになります。って思ったらミンチョのソロが長いです。ひょっとしてと思ったらまさにそうでした。私的にオフィシャルライブビデオで見て絶対いつか見てみたいと思っていた拡張ソロパートです。しかもちょっとブラッシュアップされているような感じです。ミンチョとミサさんのソロはもちろんですが久保田さんとミンチョが向かい合って久保田さんがちょっとヘドバンしながらギター弾くところがめちゃくちゃ好きですし久保田さんがこけるところも好きですし最後のあーちゃんのドラムソロは私的に一番好きなドラムソロの一つです。この拡張のソロパートは全員に見せ場があり私的大好物がそうでしたのでそれを目の前で浴びることができて大興奮でしたし最高に幸せな気分になりました。幸せな気分のままおしメロに入って浮ついた感じのまま先行癖を叫んでラスサビに入ります。もう興奮状態のままハローハローも叫んで最後のメロをふわふわしながら聴いて楽しんで最後のハローハローも叫んでアウトロに入ります。ミンチョのギターに聴き入れながら思いっきりちゃんとしてかっこいいあーちゃんのドラムの締めで曲終わりです。ものすごい歓声が上がってました。興奮冷めやらないところにさえちゃんのつぶやきみたいな歌声がフロアに響きます。19曲目はプレゼントパーフェクト来ました。さえちゃんの痺れるロングトーンボーカルから始まりますがここ本当にいいですよね。それで初めてティザーを見て聞いた時にここからそう来るとはちょっと想像つかないちょっとカオスな感じのイントロに入るのはミンチョならではという気がします。でもフロアは既存曲くらいの勢いでイントロで息の合ったチャントで盛り上がってました。なんか難しいのかあーちゃんが真剣な顔でドラム叩いてたのが印象的でした。
ドミネーションからプレゼントパーフェクトのつなぎは熱いです。新旧のリード曲を並べたんでしょうか。あと、球児とは全然関係ないのですが、実は前回のライブアズマンのレポートの最後で、現在完了形を間違えて、現在進行形とか書いちゃったらはずいなと思いながらテキストを見ていて、案の定現在進行形って書いてしまうという、しかもアップしてから気づくというポカをやってしまってまして、あまりの恥ずかしさに自己編集でぼかし入れてごまかしました。と、そんなどうでもいいことは置いておいて、このプレゼントパーフェクトはスクープのリード曲ということで本当に気持ちいい感じのメロディーですし、歌詞もマナーズに続くメイドさんたちそのものの歌詞でさらに前向きになっているところが最高です。私的にはアーチャーのドラムフレーズもお気に入りです。それでサビに入って壮大な感じになって、私はヘドバンする感じで盛り上がりました。サビ終わりの小畑さんのシャウトもいいですね。感想ではまたちゃんとで盛り上がりますが、このコード進行を考えつくミンチョには本当に脱帽します。それで2メロに入りますが、この2メロに入る前のリフも気持ちいいです。2メロはミンチョのミサさんも遊び出す感じのリフになって、サビ前の演出も1メロと全然違うところもバンドメイドらしくて好きなところです。それで2サビに入りますが、このサビは聴けば聴くほどハマるというか、本当に気持ちよくなります。サビ終わりでアーチャーのドラムフィルからミサさんのベースソロになって、すぐにミンチョのギターソロになります。このスピード感というか、本当に突っ走っている感じがして、メイドさんたちの意気込みみたいなものを感じてしまいます。ソロ終わりで落ちメロになって、ここは手拍子ですね。ミサさんのベースラインがめちゃくちゃ味わい深いです。それで C メロ終わりのサイちゃんのロングトーンになるところは、私的にこの曲で一番好きなところです。もうゾクゾクするというか、サイちゃんの歌の後ろでだんだん盛り上げていくアーチャーのドラムを含めて本当に最高です。それでラスサビに入りますが、ここの歌詞の冒頭にソーが入っているのも奥深い感じがします。もうものすごく気持ちよくなってヘドバンして、サビ終わりになってアウトロです。アウトロでまた思いっきりちゃんとして曲終わりとなって大歓声が沸き起こります。本当に名曲だと思います。曲終わりの書き鳴らしでサイちゃんのありがとう大阪、次がラストの叫びが上がります。多分他にも叫んでたと思いますが、歓声がすごくていつも聞こえませんね。ラストとなる20曲目はやっぱりレディートゥーロックで来ました。大歓声が上がる中、ミンチョの凄まじいリフとアーちゃんのこれまた凄まじいドラムでスタートします。これでスクープの8曲全てやってくれたことになります。しかしまだ新しい曲なのに、すでにこのレディートゥーロックも定番曲というか代表曲の貫禄みたいなものが感じられます。もう最後なのでいつも通りノートペンを手から離して両手を自由にした状態で楽しみます。自由な両手をずっと振り上げながら A メロ B メロを楽しんで、おのシンガロングも両手を上げながら歌って、小畑さんのシャウトを味わってサビに入ります。サビはもう踊りまくりな感じでシンガロングも全力で叫んで思いっきり楽しみます。サビ終わりでイントロより激しくなる感想に入って思いっきりちゃんとして2メロに入ります。何度も言ってしまっていますが、ここの冒頭の演奏はかっこよすぎて何回聴いてもしびれます。1メロよりも短い B メロに入って目の前で叫んでくれる小畑さんのやめられないしやるしかないなを思いっきり堪能して2サビに入ります。最近なんかこのやめられないしやるしかないなの声を可愛くしてるような気がしますが、気のせいかもです。2サビも両手を使って踊って跳ねてシンガロングしてもうトランス状態みたいになります。2サビ終わりで小畑さんのソロからミンチョのソロです。綺麗にミンチョキックが決まってました。フロアは思いっきりのチャントで盛り上がります。ソロ終わりで短い落ちメロになって手拍子しますが、小畑さんのギターの刻みがかっこよかったです。それでいよいよラスサビになって、あーちゃんのバスドラも堪能して、またダンスしてシンガロングして最後のメロになります。もう最後の力を振り絞ってヘドバンしながら、お給仕が終わってしまうという寂しさもかみしめながら、サイちゃんの歌とバックの演奏に聴き入って曲終わりとなります。本当に最後の書き鳴らしで大歓声が上がる中、サイちゃんのまた会おうな、私たちは止まらない、ありがとう、バンドメイドでしたの叫びに大歓声で応えて書き鳴らしが終わって、小畑さんのそれではまたお給仕でお会いしましょうぽ、バンドメイドでしたぽ、それではご主人様お嬢様バイバイぽのちょっといつもと違う挨拶で、本当に最高の最高だった地元ナンバー8でのお給仕は幕を閉じました。目の前で笑顔で手を振ってくれるサイちゃんも見ながら、小畑さん、ミンチョ、ミサさんのピック投げが始まって結構近くにも飛んできたのですが、残念ながら取れませんでした。いやいや、やってくれるかもと思ったスクープの全曲を本当にやってくれました。5人でのインスト曲、5人の歌声、本当に貴重ですし素晴らしかったです。事前に想定していた通り、メドレーは封印でスクープを中心としたセトリで、同じツアーとは思えないほどの変化ぶりで、
小畑さんもさえちゃんもラジオとかで言ってたと思いますが、本当に何度帰宅しても毎回楽しめるというか、新鮮というか、全く同じ瀬取りでも十分に楽しいのに、これでもかというくらい楽しませてくれるメイドさんたちに本当に感謝しますし、尊敬します。新曲を全て見て聴けただけでもお腹いっぱいなのに、私的にはドミネーションの拡張ソロパートも見て聴けて、もうお腹パンパンでした。しかしこれだけ素晴らしい曲が増えてくると、本当に瀬取りのバリエーションが無限になってきているように思います。2ヶ月以上ぶりで待ちに待ったお給仕は、その期間を完全に埋めてくれる、いや想像の遥か上を行った最高で最高で最高のお給仕でした。恒例のさいちゃんのポストは、大阪ありがとう、めちゃくちゃ楽しかった、スクープが映えていた、みんなに届いててよかった、まだまだバンドメイドは突き進むぞ、ついてこい、今日からキーボードの再起もよろしくですよ、ロック&ロードかっけーだろう、ハッシュタグバンドメイドで感想を教えてね、カモーンでしたね。本当に楽しかったですし、さえちゃんのキーボーディスト姿も最高でしたし、信じられないことですが、本当に毎回最高を更新し続けてくれるメイドさんたちにずっとついていきたいと思います。次の私のお給仕帰宅はお給仕ではないですが、メイドさんたちがゲストアクトとして出演する明日と明後日のハイドのライブです。どんな感じになるのか全然想像はついていないのですが、微力ながら盛り上げに貢献していきたいと思いますし、楽しんでいきたいと思います。あと最後に、今回珍しくというか初めてだと思うのですが、リキャップムービーっていうのが出ていて、めちゃくちゃかっこいいので、それを流して終わりにしたいと思います。素敵なファイナルラウンド初日にしましょう。ようこそバンドメイドのお給仕へ。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。